1993年9月に供用が開始された現在の羽田空港ターミナル。ビッグバードという愛称でも知られるこのターミナルビルですが、もともとの羽田空港ターミナルビルはここにはありませんでした。1964年の海外旅行自由化以降、羽田空港では航空機の利用客が急増。便数も増加できない上に、国際線、国内線が同居する状態となったことで、発着する飛行機の数をさばききれなくなり、ついには沖合への空港の展開が開始されました。これに伴い、旧ターミナルビルは1993年に主要ターミナルビルとしての使用を終了し、現在に至っています。この沖合展開事業では、東京モノレールのほか、京急、空港線も新ターミナルビルへ延伸、鉄道2社が乗り入れ、文字通り日本を代表する大空港へと変貌を遂げています。さて、現在では、この新ターミナルビルが羽田空港としては当たり前の存在となっていますが、旧ターミナルビルはもともとどこにあったか、徐々に忘れられていってしまいつつある状況になっています。旧ターミナルビルは、現在の新 B 滑走路のスレッシュホールド1付近に位置していました。新ターミナルへの移行まで、空港アクセス鉄道として機能する東京モノレールも、当然旧ターミナルビルへ乗り入れていました。当時の東京モノレール旧羽田空港駅は、整備場駅より現在とは別のルートを地下トンネルでつなぎ、現在の新 B 滑走路のブラストパッド1付近に至るものとなっていました。ただ、当時の空港駅も地下駅として建設されたこともあり、そのルートを詳細に知る人は多くありません。今回の動画では、東京モノレール社の建設記録誌、国土地理院の空撮写真、その他関連資料を調べ、当時使用されていた羽田空港駅の位置、そして整備場駅から旧羽田空港駅へつながっていた地下トンネルのルート位置を調べてきましたので、動画として紹介させていただきます。動画中、旧モノレールルートは黄色の線で、トンネル部分は黄色いハッチングで表示させていただきました。早速ですが、現在のこのルートの地上部分がどうなっているのか、旧ルートの分岐部となっていた整備場駅から散歩していくこととしましょう。当時の名称では羽田整備場駅となっていた同駅、東京モノレールの開業年度である1964年9月17日の後、1967年昭和42年に途中駅として開業しました。旧羽田ターミナルへは、この先から2差分岐で単線となり、トンネル区間を介して羽田空港駅へ到達するルートとなっていました。参考として、新ルートおよび旧ルートの分岐器付近からトンネル進入区間までの全体図を示しました。現在の新ルートのトンネル進入部付近までぴったりと寄り添うように旧ルートが存在していたことがわかります。新ルートおよび旧ルート当時の写真と見比べても近接した位置だったことがわかります。この付近には当時の面影を残すいくつかの廃線跡が残っていますので、現地の様子を踏まえつついくつか紹介していきたいと思います。なお、この整備場駅の真下には旧敷地入り口の案内所がしばらく廃墟として残されていましたが、現在は撤去されており、更地になっていました。整備場駅を出て2分ほど歩いた位置に、この一つ目となる当時の旧ルートを支えていた支柱跡があります。と言っても、支柱自体は残っていません。支柱配置の影響で、ビルに2カ所くぼみがあるのですが、これが当時の支柱位置を示す根拠となっています。現在では支柱が撤去されており、このへこみだけが残された格好となりました。新ルート設置時に新たに支柱を組み直し、当時使用していた門型支柱は撤去、軌道は現在の位置、若干右手に移動しました。さらに少し歩くと、こちらには当時の支柱を埋め戻した際の
アスファルトの補修跡が確認できます。この辺りでは軌道は現在の位置からは完全に分離し、この直後に位置していた Y 字分岐に差し掛かる位置に到達します。現在分岐橋やその痕跡は一切残っていませんが、この位置にかつて以降のトンネルを単線で進むための分岐器が配置されていました。東京モノレールとしての新ターミナル側への移行は1993年9月26日で、この日夕方に走った浜松町行きの営業車両が旧ルートの最後の通過車両となりました。翌日の9月27日始発からは現行ルートである新ルートでの営業を開始し、旧ルートは撤去されることとなりました。こちらは東京モノレール車で展示に使用している当時の旧トンネルの写真。現在とは異なり、単線でトンネルに入っていく様子が映っています。この先に位置していたトンネル区間も軌道ごと完全に埋設され、現在ではその面影を見ることはできません。さて、こちらが旧トンネルの入り口付近の現在の様子です。2021年秋口までは芝生で整地されていましたが、周辺道の整備に伴い造成が行われていました。さて、トンネル区間についてはそれこそ地下に位置しているため伺い知ることもできない状況ですが、東京モノレール建設記録誌並びに国土地理院様の航空写真を頼りに線形を特定しましたので、以降はその線形に沿って紹介していきます。なお、旧トンネルはシールド工法で掘削され、旧ターミナルビル前の駐車場付近に位置していた旧羽田空港駅に至るルートで配置されていました。シールド工法でトンネルを掘削していく場合、シールドを搬入する杭口が必要なのですが、それがこの位置。現在はカンパチ通りとなっていますが、当時はこの先に 9B 滑走路が横切っており、この滑走路のギリギリ手前の位置にトンネルの工事現場、そしてシールドを搬入する杭口が位置していました。シールド工法はシールドを地下に搬入後、そこからトンネルを作成する進路に向かって掘り進め、トンネル内の外壁をなすセグメントを配置していく手法です。なお、セグメントは現在ほとんどが RC、つまりコンクリートを主材料とした鉄筋コンクリート製セグメントとなっていますが、旧羽田空港駅までのモノレール用トンネルでは鉄製のセグメントが使用されています。ここから次駅の羽田空港駅直前までシールド工法により掘り進め、開削工法で建設が進められていた旧羽田空港駅に至る工事で進められました。なお、旧羽田空港駅手前には Y 字型の2差分岐器が配置され、島式一面2線で建設されていた旧羽田空港駅で車両交換ができる構造となっていました。先ほど旧羽田空港駅については開削工法で工事が進められたことを紹介しましたが、その画像が国土地理院の航空写真に残っています。それがこちら。ターミナル前に位置する駐車場との間の部分でモノレール駅の開削工事が実施されている状況が映っています。こちらはトンネル工事の工事開始部分となる杭口の開削部の様子で、ここからトンネルを掘り進めていったようです。さて、トンネルと軌道自体は埋められてしまったようですが、その直上となる部分がこちら。上部にはカンパチが走っており、付近では羽田イノベーションシティの建設が進行しています。おそらく今後、この道路位置を大幅に変更することは考えにくいと思われますので、この付近のトンネルが再度人の目に触れることはおそらくないのだと思います。この付近は現在の B 滑走路に完全に切り替わるまでは、第二次大戦後羽田空港が日本へ返還された後、旧 A 滑走路とともに羽田空港のメイン滑走路となっていた旧 B 滑走路が横切っていました。現在は撤去され、羽田イノベーションシティの建設位置もその昔は
キュービー滑走路が貫通する格好で位置していたのです。さて、さらに進むと、トンネルは空港の敷地内に入っていってしまいます。繰り返しになりますが、旧ターミナルは現在ではすでに撤去されてしまっていて、モノレールの駅入り口などはおろか、現在、その様子を想像することも大変難しい状況です。Google Earth 上にはポリゴンで、その主要な建物やモノレールの駅舎位置を示しています。モノレール駅は、当時のターミナルとは完全には平行位置となっておらず、若干斜めに配置されていたことがわかります。また、駅自体はターミナルビルの直下に位置していたわけではなく、ターミナルビル直前の駐車場北側末端部地下に位置していました。このため、駅からターミナルビルまでは地下通路で接続し、階段で地上階へ上がっていく構造となっていました。実際の旧ターミナル部および旧羽田空港駅の現在の様子は、この位置からは見ることができませんので、羽田イノベーションシティの展望台から見てみましょう。こちらが羽田イノベーションシティの展望台から見た羽田空港旧 B 滑走路付近の現在の様子。モノレール地下トンネルルートに沿ってカメラをパンしていきます。トンネルは画像のちょうど真下を走っていますが、ここから見る感じ、判別できるものは見つかりそうにありませんでした。さて、こちらが今現在の旧羽田空港駅の位置の様子となります。新 B 滑走路が敷かれており、もはや近寄ることもできない状況となっていることがわかります。モノレール駅はおろか、旧ターミナルビルの遺構も一切残っていません。そこにはただ、滑走路周辺の空地が広がっていました。しかしながら、モノレール用のトンネルとレールは、新ターミナルビル以降に際して、そのまま埋め戻されているということなので、あの地下部分には今もシールドトンネルが眠っているはずです。さて、モノレールが地下トンネルを介して、旧羽田空港ターミナルビルへ向かう理由となったキュービー滑走路。全長は2500メートルあり、現在、建設が進む羽田イノベーションシティ付近まで滑走路が続いていました。散策の終わりに羽田イノベーションシティの様子を撮影してきましたので、参考として表示したいと思います。羽田イノベーションシティは2020年7月初旬に先行区間が開業。鹿島、大和ハウス、京急電鉄、JR 東日本、東京モノレール、日本空港ビルディング、野村不動産、富士フィルムなどが出資し、羽田未来開発株式会社が旧羽田空港ターミナル跡地に建設中の複合施設です。羽田空港跡地第1ゾーン整備事業というプロジェクト名でも知られ、文字通り空港跡地に開発が進められる新たな街といったイメージとなっています。2023年開業予定の ABC 地区の建設が現在進められていて、旧モノレールトンネルとは並行区間も造成区域に入っていました。このため、場合によってはトンネル移行を見ることができるかもと期待しましたが、カンパ地区域まで造成範囲に入らなかったため、結果的に見ることは叶いませんでした。さて、ここまで東京モノレール旧ルート跡地の散策を行ってきましたが、いかがでしたでしょうか。現在、トンネル部分については遺構と呼べるものは何一つ残っておらず、あくまでルート位置の確認と現地の様子を見るのが限界でしたが、イメージ感はつかむことができたのではないでしょうか。羽田空港は連合国軍に接収される前後において、京急線を含め何回か鉄道線ルートを敷き直したりした多くの歴史を持つ土地となっています。今後もこの関連動画を掲載していくつもりですので、よろしければ引き続きご視聴いただけると幸いです。それでは今回の動画はここまで。最後までご視聴くださり誠にありがとうございました。それではさようなら。